皆さんこんにちは。今日は日本の美容室に来ました。この会話を聞くことで皆さんが美容室で使える単語や表現が学べたら嬉しいです。私も美容師さんも関西出身なので、この動画ではいつもと違って関西弁で話しています。美容師さんとの自然な会話を楽しんでもらえたら嬉しいです。OK、じゃあ始めましょう。はい、じゃあ今日はスーパー美容師茶谷さんにYouTube に出てもらいます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今日どうするかちゃんと決めてないんですけど、はい。上の方は黒くして、はい。この辺りをグラデーションできたらいいなと思ってるんですけど。はい。わかりました。大丈夫ですか？はい。お願いします。可愛くします。ちょっとね、今もうボサボサな手先がすごい傷んでるので、はい。ここは切った方がいいですよね、これ。伸ばしてるんですか今？伸ばしてるんですけど。じゃあ長さはもう整えるぐらいでいいですか？そうですね、毛先切るぐらいで。毛先切って、傷んでるとこ落として。はい。で、髪の毛傷んでますね。めっちゃ傷んでますよね。めっちゃ傷んでますよねこれ。結構やばいな。いや、やばいって言われた。やばいですよこれ。やばいですか？やばいです。何色入れたんですか？一回なんかオレンジとかにしました。前回オレンジですか？2回前かな。2回前。前回は？前回はちょっと暗めにしてもらったんですけど、それでもこれぐらい明るくなるんですよね。結構傷んでますよね。こうやってハイライトも入ってます？ハイライトも入れました。いろいろ入ってますちょっと暗めにしてハイライト入れてもらったんですけど、なんか日光で抜けてきた。そう。なんかもう金髪のイメージですよね。ずっと。じゃあ、綺麗にしはい、ますね。綺麗にしてください。お願いします。お願いします。お願いします。嬉しい。YouTube に載るんですか？ YouTube に載せます。大阪にね、住んでた時にいつもお世話になってたので、今日帰ってきてまたやってもらいます。お久しぶりですね。お久しぶり。1年半 ?2 年 ?2 年ぐらいですね。約2年ぐらいですね。約2年ぶりです。さっき髪の毛流していいですか？はい。今日人少ないから良かったです。よかった。ゴールデンウィークなのに、多分意外と行ってんじゃないですか？あ、そっか、逆にゴールデンウィークやから。出かけてるんで。はい、じゃあ今からシャンプーしてもらいます。なんかね、日本の美容室ってめちゃくちゃ安いらしいんですよ、海外に比べたら。海外で染めてもらったら300ドルとか400ドルとか。それって5万円ぐらい。物価が違うんですか？もともとが高いんですか？もともと美容室が高い。そうそうそう。だから日本に旅行に来て髪の毛染めてもらう外国人結構いるらしいんですよ。すご。そう。だから結構リクエストで、ミク先生美容室に行きたいんですけど、なんて言えばいいかわからないですみたいなコメントが来て、今回ちょっと美容室の動画も撮ってみようかなと思って。なるほど。で、なんか美容室に来たら、結構なんか、王様とかみたいに扱ってもらえ王様？王様、なんか男の人やったら、王様で、女の人やったら、なんか女王様みたいに扱ってもらえるから好きって言ってました。海外の友達が。日本の美容室は、めちゃめちゃ丁寧で、すごいホスピタリティ。マッサージまでなんかしてくれるところも時々あるじゃないですか。ヘッドスパみたいな。それは海外にないって言ってました。隠れちゃう。これじゃあ上にしよう。ラップ使うのかな、海外。でも一回行ってみたいですね、海外の美容室ね。どんな感じにされるのか。そうですよね。耳キャップつけます。耳キャップつけます。耳が汚れないようにするため。海外のこのフォロワーさんの方が美容室に来たら、さっき茶谷さん言ってたみたいに、とりあえず写真見せたら、わかりますよね。これと同じようにしてくださいって言えば。それが一番早い。一番早いですよね。何もなんかないとね、写真ないと難しいですよね。そのコミュニケーション取れへんから。
そうですよね。うん、写真があった方が、これって、うんうん、上手な人やったらちゃんとやってくれると思まあ、このぐらいまで切ってくださいって言えば、う。ね、大体わかりますよね。長さと前髪と量。うん。毛量毛量。髪の毛の量ぐ。らいですかね。あとは、そんなもんですかね。そうですよね。海外の方でも大阪に来て髪の毛切ってほしいっていう人結構いると思うんで、じゃあもうその時ぜひ。はい。ぜひ、スーパー美容師、スーパーさんまで。出さないですかスーパー美容師。スーパー美容師。もうちょっと何確かにダサい。カリスマ美容師。スーパーヘアドレッサーの方がかっこいいじゃないですか。確かに、スーパーヘアドレッサー。今、髪を染めてもらってます。黒く染めています。久しぶりのカラー。そうですね、久しぶり。4ヶ月ぐらい何もしてなかったので。あんまり行かないですよね、美容室。そうですね、3ヶ月に1回ぐらい。だいたいみんな、日本人は平均で何ヶ月に1回ぐらい来ますか？人によるかな、やっぱり。2ヶ月に1回ですね。2ヶ月に1回みんな来るらしいんですけど、私はちょっとズボラな性格なので、3ヶ月か4ヶ月に1回美容室に行きます。でも大体言うことって長さと何色に染めたいかぐらいですよね。あと、傷んでるからトリートメントしてほしいですとか。前髪の長さは結構眉毛の上とか眉毛の下とかって言いますよね。そう言ったら分かりやすいかな。目と眉毛の間とか。あ、目と眉毛の間とか言えば分かりやすいらしいです。です。海外行きたいんですけど、うん。旅行ね。どこがいいと思いますか？僕初めて行ったことないんです、まだ。一回も行ったことないんですか？日本から出たことないんですか？そうなんだ。人生損してます。いやー、でもこれから行けばいいじゃないですか。もうだってフリーになったから。そうそう、行きたいんですよ。今年一回は行きたいなと思って。何がしたいかにもよりますね。何が好きですか、茶谷さんは。景色とか、歴史とか、そういうのが好きなのか、とにかく美味しいもの食べたいのか。美味しいもの食べたいですね。食べたことないもの食べたい。でも台湾が人気らしいですね。めちゃくちゃ人気ですね、台湾。なんで人気なんですか？安いの？安い、めっちゃ安いし、屋台がたくさんあるから、食べ歩きするのがすごい楽しいらしいです。千と千尋みたいな。そう。近い？うん。2泊3日ぐらいで行きます？行けますね。飛行機で、沖縄の隣だからね。沖縄行く感覚ですよね。そう。3時間かかるかかからないかぐらいですよね、多分。日本語で行けます？日本語めっちゃ喋れる人多いですよ。あ、そう。でも韓国もそうかな。韓国料理もね、美味しいし。料理好きなら、韓国、台湾かな。海とかだったら、フィリピンも結構近くて楽しいですよ。ジンベエザメと一緒に泳げたりとか、すごい。シュノーケリングめっちゃできて、あとなんか、島を巡れるので、島巡れるんですか？5つぐらいの島をボートでこう巡って、楽しそう。綺麗な海で泳いだり、シュノーケリングしたりできるので、フィリピンも私はおすすめです。料理も美味しいし、あとタイめっちゃ楽しい。タイは行きたいんですよ、めっちゃ。タイのナイトマーケットめっちゃ面白いですよ。男たちだけで行きたい。いや、めちゃめちゃ楽しいと思います。あとタイマッサージ毎日受けてました、私。安いんですよ。めちゃめちゃ安い。なんか600円ぐらいでマッサージ受けれるから。でも一回なんかタイマッサージ入ったら、なんか上にね、つり革みたいなのがあって、それ掴んで私の背中の上歩かれたことあるんですよ、一回。じゃあ、ゴリゴリ行かれるんですね。今乗ってるよねみたいな。強めのおばちゃんで、じゃあ今から乗るよとかも何も言われずに、いきなり背中の上乗って歩く、背中の上を。なんかおもろいですね。それはそれで。そう、それはそれで、めちゃめちゃ面白かったですね。髪を染めている間に飲み物も出してくれます。
はい、トリートメントしてもらいました。ちょっとマシになりました、髪の毛。もうマシになるしかないでしょ。マシになるしかない。ドライヤーをしてもらって眠たくなりました。サラサラになった。すごい、すごいサラサラですね。黒くなった。全然違いますね、やっぱり。でも綺麗な色。ね、綺麗な色。一日に何人ぐらいの髪の毛切るんですか5、6人。5、6人、はい、でも結構多いですね、5、6人だったら。そうですか。朝3人。朝1人。朝1人。朝1人、昼2人、夕方2人、夜1人ぐらいじゃないですか。夜まで働いてるんですか。そうです。一日何時間働いてるんですか。10時間から12時間ぐらいですね。長いですね。最近朝の散歩を始めたんですよ、僕。朝の散歩？朝活？朝活の散歩始めたんです。何時に起きてるんですか。今日5時に起きたんですけど。5時？朝ラジオ体操してるんですよ、毎日。そうなんですか。ラジオ体操流して自分でそう音楽流して家でてんてんてれれれれんってやってます。あれってやっぱり体にいいんですか。めっちゃいいっすよ、あれ。海外の人もやった方がいいですよ、あれ。すごいいいらしいですよ、体に。なんか元気になります、朝から。なんかこう朝から体を動かすとなんかポジティブな気持ちになるんですよね。いや、それはね、すごい。体を動かしてネガティブになることないんで。ないですね。絶対だから運動朝ちょっとした方が。なんか朝起きてから30分以内に運動すると、歩いたりランニングとかしたらセロトニンが出るらしくて。セロトニン。そう、幸せホルモン。なんかよく聞くやつですね。そうよく聞くやつ。バナナ食べても出るらしいんですけど。だからバナナ朝散歩して毎朝バナナ食べれば幸せですもん。そうなの。バナナはやっぱりいいですね。この間でも大阪マラソン出たんですよ、僕ね。そうなんですか。そう、2月かな。42.192キロ。195キロ。195キロ。惜しい。すごい。それで乾燥したんですけど、なんか足痛めちゃって、膝ね、今も若干痛めてるんですけど、ずっとだから整骨院通ってるんですけど、だから今歩いてるって感じですね。なんでマラソン走ろうと思ったんですか。それはノリと勢いですね。ノリと勢い。お客さんで出てる人がおって、出えへんって言われて、いいかもと思って。いや、それでやろうと思うのがすごいですよね、シャタリさん。ね、あれ本当に人生変わると思います。あれほどしんどいことはないと思う。私ハーフは走ったんですけど、ハーフでも無理でしょ。無理、しんどい。あれの倍ですからね。もうあれ倍走るってなったらもう無理ってなりますね。人間のやることじゃないですからね。いや、もう30キロぐらいでも終わるんですよ。一旦メンタル壊れるんですよね。で、僕の場合はもう膝痛すぎて、で、足もずっとつってるような状態だったんで、で、なんかもう、この一歩がいけなかったんですよ。30キロぐらいで。30キロぐらいで、あと12キロもあるのに、どうしようってなって。でもほぼ、引きずりながら、だってもう沿道でそうやって応援されたらもう頑張れって言われたらもう頑張るしかないじゃないですか。ですよね、みんな応援してくれますよね。そう、もう、ボロボロ泣いちゃった。嬉しくて。感動してなんか。いい話。いい話聞けた。楽しいっすよ。楽しそう。すごい楽しい。楽しそう。かわいい。いい感じ。ありがとうございます。めっちゃいいじゃないですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、染めてもらってセットまでしてもらいました。皆さんも日本に来たらぜひ日本の美容室に行ってみてください。めちゃくちゃいいです。じゃあ今日は見てくれてありがとう。ありがとうございます。茶谷さんもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。